会話の中では、両方がよく知っていることについて、を使うんです。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。突然ですが、このような場合、何と答えることができると思いますか？最近、駅前に新しいカフェができたよ。へえ、じゃあ今から何々湖に行こう。B さんの答えは、ここですか？そこですか？それとも、あそこですか？後で詳しく話しますが、正解は、そこです。駅前っていう場所は、この2人にとって遠いから、あそこだと思った人もいるかもしれませんが、それは間違いです。ここ、そこ、あそことか、これ、それ、あれとか、この、その、あのなど、こ、そ、あから始まる言葉を指示語と言います。この動画を見れば、日本語ネイティブの人と同じように自然に指示語を使って正しくコミュニケーションが取れるようになりますよ。指示語について考えるとき、目に見えるものを指す場合と、目に見えないものを指す場合の2つの場合があることに気をつけてください。じゃあまずは、目に見えるものについて、つまり、物理的なルールを復習しましょう。これは初級の時に勉強しますね。物理的なルールは、2人の位置関係によってさらに2つのパターンに分かれます。もし、話し手、例えば A さんと聞き手 B さんが別々の場所にいる場合、何々の写真が見えますか？はい。何々れは富士山ですか？これらの空白の部分はどうなりますか？そう。話し手に近いものはこを使うので、A さんの部分はこの写真になりますね。そして B さんは今度は話し手になります。B さんから見て相手、つまり聞き手の A さんに近い写真のことを話しているので、それは富士山ですか？と言っていますね。ちなみにさっきから近いっていう言葉を使っていますけど、ここで近いっていうのは自分の手を伸ばせば手が届くぐらいの近さのことです。もしこの写真が A さんからも B さんからも遠いところにあったら、あの写真とか、あれは富士山になりますよね。じゃあ今度は A さんと B さんがほとんど同じ場所にいる場合はどうでしょうか？例えば A さんと B さんは一緒にメニューを見ています。何々で美味しそうだね。でも何々でちょっと辛そうだよ。答えは両方これです。二人にとって手が届く距離にあるメニューを見ながら話しているからですね。でももしこの二人の手には届かないけど、だからといってすごく遠いわけでもない場合はどうでしょうか？その場合は、その看板なんて書いてある？それのこと？こんな風に二人にとってすごく近いわけでもないけど、すごく遠いわけでもない中間ぐらいの距離のものは、その看板とか、それのように、そうを使います。もちろん看板が二人からかなり離れている場合は、お互いあの看板とかあれのようにを使います。こんな風に物理的なルールには二人の位置関係によって二つのパターンがあるっていうことが分かりましたね。さあ、ここからが本番です。目に見えない情報や記憶を指す抽象的なルールです。
まずは会話の中での使い方です。この部分は JLPT の試験にもよく出ますよ。例えばこんな場合はどうでしょうか。今から言うことよく聞いてね。何々れは本当に大切なことだから。答えはこれですね。話し手だけが知っている情報にはこを使います。話し手にとってはすごく近いけど、聞き手にとってはそんなに近くない情報ですね。特に今出てきたようなこは今から何かを話すっていう予告をするときによく使うんです。じゃあこんな場合はどうでしょうか。こう、何々だけの話だよ。何々れはまだ誰にも言わないでね。答えはやっぱり、ここだけの話とか、これですね。こんな風に秘密の話をするときもよくこを使います。ぜひ覚えておいてくださいね。では次のような場面はどうでしょうか。最近駅前に新しいカフェができたよ。へえ、じゃあ今から何々こに行こう。これは動画の一番最初に出てきた例文で、答えはそこですと言いましたよね。こんな風に会話の中ですぐ前に出てきた情報は普通、を使います。これは自分がすぐ前に言ったことでも、相手がすぐ前に言ったことでも同じです。じゃあ、こんな場合はどうでしょうか。うちの部門で一人だけ代表者が選ばれたんだって。へえ、何々の人、誰だろうね。これもすぐ前に出てきた情報なので、を使います。ここで一つ気がつくことがあるかもしれません。一つ前の例文で出てきたカフェは A さんと B さんのうち片方だけが知っている情報でした。でも今話している例文では A さんも B さんも代表者が誰なのか知りません。ですからどちらか片方が知っている情報、それから両方が知らない情報、この二つの場合はを使うことが多いんです。さっきの物理的なルールとはちょっと違う考え方になるので気をつけてください。じゃあこんな場合はどうですか。田中さんまた遅刻したんだって。何々の人はいつもそうだよね。答えはあの人ですね。A さんも B さんもこの田中さんのことをよく知っています。このように両方が知っている情報はを使うんです。これも物理的ルールとは結構反対ですよね。物理的ルールでは両方にとって遠いものについてあれとかあそこを使うとさっき言いましたけど、会話の中では両方がよく知っていることについてを使うんです。この部分も間違いやすいので気をつけてください。じゃあ、こんな例文はどうですか。去年一緒に行ったハワイ、最高だったね。何々の時の海、綺麗だった。こんな風に二人の頭の中に同じ記憶、映像が浮かんでいる時も必ずのグループを使います。共同の思い出ボックスを開けるイメージですね。じゃあ、こんな場合はどうですか。ちょっと、何々子に行ってくる。何々子ってトイレのことだよ。こんな風にちょっと言いにくいこととか言いたくないことについても、あそこのようにを使います。または、もしかするとこの A さんはトイレっていう言葉を言いたくなかったのではなくて、
急にトイレっていう単語を忘れてしまったのかもしれません。名前を忘れた時も、あれとか、あそことか、あののように、あがつく言葉を使うことが多いんです。では、独り言を言うときはどうでしょうか？例えば、何々の時、何々語であった、何々の人はどうしているかな？独り言で過去のことを思い出すときも、あを使うんです。例えば、過去のことをあの時と言いますし、過去にあったある人のことなら、あの人と言います。過去に行った場所のことなら、あそこなど、独り言でもあをよく使うと覚えてください。じゃあ、ここからは会話ではなくて、小説や論文などの文章、つまり書き言葉の中でのルールです。文章の中では、主に、ほとその戦いになります。逆に、あはほとんど使われません。これが会話の時とはかなり違う点ですね。では、こんな文章があったならどうでしょうか？最近、AI に悩みを相談する若者が増えている。何々の問題について考えてみよう。答えは、この問題です。この文章の書き手は、AI に悩みを相談する若者が増えているっていうテーマに強い関心を持っています。それだけではなくて、読者にこのテーマを身近に感じてほしいと思っているようですね。こんな風に書き手にとって近いこと、そしてもともと遠いところにいる読み手を同じく近いところに引き寄せたいとき、よくこを使うんです。では、こんな文章はどうでしょうか？最近 AI に悩みを相談する若者が増えている。何々の理由は主に3つある。この文章では書き手はさっきの文と比べるとあまり感情を入れず客観的、論理的に事実を述べているようですね。ですから答えはそのになります。こんな風に書き手からの距離がそれほど近くなくて、しかも中立的な場合にはそうを使うと覚えておいてください。では復習してみましょう。最初に出てきた文と少し似た文です。最近駅前に新しいカフェができたね。知ってるよ。何々のカフェ良さそうだよね。これは A さんも B さんも知っているカフェの話なので、あのカフェが正解ですね。こんな風に物理的な距離だけではなくて、頭の中の情報の共有度とか関心の強さでこ、そ、あがつく指示語が変わるなんて、日本語って本当に繊細で面白いですよね。他にももっと細かいルールがあることはあるんですけど、まずは皆さん今日勉強した使い方が基本になりますので、ぜひこれらの指示語を使ってみてくださいね。今日のこの動画が役に立ったと思ったら、高評価を押してくださるとすごく励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。